こんにちは、たかしです。本日は2月10日土曜日、週末ですので、来週12日からのポンド円そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在冷やし大枠ではこういったダブルトップ、黄色丸の高値が左の山と考えて大きなダブルトップを作って下落する可能性を一つ考えておきたいです。現在ストキャスティクスはだいぶ高値圏に来ましたね。そして直近ではさらに小さなダブルトップを作るのかなというふうにも見えてきます。もちろん基本的には GMMA の青帯は上向きですので、ここの高値を超えていくという可能性も十分あります。ただやはり日足週足単位でもかなりの高値圏にありますので、上抜け騙しには注意がしたいところですね。上抜けだと思って最終的にはまた戻されてしまうという、そういう動き方をする可能性もあるので、今のところこの感じを見ていると上抜ける可能性はあるんですが、その上昇についていく場合も上がったところを買っていくのではなく、下がったところからの次の上昇の流れに乗っていくのがいいと思いますので、今かなり上げきっている感がある、ストキャスティクスが高値圏に来ているということは、もうかなり買われすぎゾーンに入りかけている、つまりチャートとしては上げきっているということですので、ここからの上昇の動きっていうのは注意が必要です。金曜日のローソク足を見ているとちょっと調整をしそうな、そんな感じですよね。水曜日木曜日と強みに上昇はしてきましたが、金曜日は上髭の、しかも実体部分が小さくなってますので、来週初動でこの辺で揉み合ってくれば、ここからダブルトップでの下落に一旦入るかもしれないという、そういう動きのイメージもできますので、もちろんここを上抜けるかもしれませんが、少なくともここを上抜けるだろうというロングエントリーは危険ですので、買っていきたいのであれば買い足で押しをつけるのを待つのがいいと思います。では4時間足です。4時間足金曜日の動きを見ているとよくわかるんですが、金曜日方向感なく上がったり下がったりっていうのを繰り返しておりました。金曜日だからっていうこともありますが、高値圏ですね。過去のこの高値圏での揉み合いを見てますと、今回もこういったところ、このピンクのラインと白いラインでの間での大きめの揉み合いになってくるかもしれないなっていうのが予想できます。もちろんここを上抜けていけば、その上抜けた上昇の流れについていけばいいんですが、今のところストキャスティクスもまだ高値圏から今ようやくちょっと過熱感を解消に向かっているところですので、もう少しじりじりと下げるような動きを待ちたいですね。そして GMMA の青帯との乖離がありますので、基本的には GMMA の青帯ぐらいまでじりじりと下げてくるのを待って、GMMA の青帯に接触してからの次の上昇の流れっていうところを見ておきたいです。そう考えると結構下げ幅はあるんですが、今高値圏に張り付いている感じもするので、もしかするとこの横横の動きですね、金曜日の高値安値という間でのレンジになってくる可能性も考えておきたいです。大枠ではピンクと白の水平線の間でのレンジですが、もう少し小さな枠で見ると金曜日の高値安値でのレンジになる可能性を月曜日は見ておきたいです。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に接触しての上昇っていうのを続けてきました。この過去の動き、水曜日なんかは分かりやすいですね。GMMA の青帯に接触して上昇っていうのを水曜日木曜日としてきたんですが、そしてまた金曜日に GMMA に接触して上昇したんですが、直近の高値を超えられなくなってきたんですね。で、この動きっていうのはここから一旦下落するかもしれないという、その初動に当たるかもしれませんので、その辺見ておきたいですね。基本は1時間足の GMMA 上向き、ただし4時間足の GMMA との乖離がありましたので、そう考えると比較的下落していく可能性、そしてこのピンクのラインぐらいまでは下落していく可能性を考えておきたいんですが、もし金曜日の高値を超えてくると、日足の高値も超えてくることになりますので、そこからの上昇の流れっていうのを見ておけばいいんですが、やはり日足週足単位でのかなりの高値圏にありますので、あまり上昇していく、どんどん上昇していくというイメージは持たない方がいいかもしれないですね。比較的大きく上昇しても、その後深めの押しをつけたりとか、乱高下、急騰急落みたいなのを繰り返す、そういう可能性のあるところに入ってきているので、そういった分かりにくい動きには注意。基本的にはこの1時間足の上昇トレンドが継続するのであれば、その流れに乗っていけばいいんですが、先ほどの4時間足の GMMA との乖離もありますので、
もしかするとピンクラインぐらいまでの深めの押しをつけてくるかもしれません。金曜日の動きを見ているとちょっとダブルトップみたいな感じにも見えてきますので、まずはこのダブルトップでの下落になるのかどうかを見ておきたい。そして先ほど言いましたように金曜日の高値安値というところでのレンジも想定しておきたいので、今はそのレンジ上限からの下限に向かっての下落、そして下限に来れば再びレンジ上限に向かって上昇していくかもしれないという、まずはレンジを疑っておく。下抜ければダブルトップからの下落になる。そしてピンクのラインぐらいまで、そしてピンクのラインまで下落してくれば、次は4時間足の GMMA 接触からの上昇というこんなイメージの動きをしてくるかもしれませんので、まずはイメージを持っておいて、イメージ通りに動いてくればそこでのエントリーをしていけばいいと思います。では次はドル円です。ドル円の金曜日のローソク足は十字線になってきましたね。ここのところずっと上昇してきたんですが、一旦上げ止まったのかなという風にも感じます。ストキャスティクスも高値圏ですね。ですので週明けここから下落していくのか、もう一段上昇してくるのかというところです。ただ現在149円というところにしっかり乗せてきましたので、次は150円を目指して上昇するだろうとは考えておりますが、やはりかなり高値圏になってきましたので、昨日金曜日もお話ししましたが、過去の動きを見ているとやはり乱高下をしやすいところにもなってきたので、難しいトレードになってきそうです。基本はまだ上昇する可能性は高いとは思ってますが、今日足のストキャスティクスも高値圏にありますので、やはりここからは日足の調整に入ってもおかしくないところにはありますので、その辺の動きには注意ですね。金曜日みたいな分かりにくい動きをしているところではトレードは控えていく方がいいと思いますので、一度しっかり押しを作ってからの次の上昇の流れっていうのを見ておくとトレードは分かりやすいかもしれません。では4時間足です。4時間足は綺麗な上昇トレンドを作ってますね。金曜日は伸びきっている感があるので、そこからは調整の下落に入るかもという話をお話ししてました。ちょうど金曜日横の動きになってきましたね。これも動画でお話ししていた通りの動きですね。ちょうどこの2月の5日6日のここですね、月曜日火曜日、この動きみたいな、一旦強く上昇して横の動きをしてから、この場合は一度押しをつけてますが、今回の場合はもしかすると横の動きをしてから再上昇になっていくのかなという、そういう印象も持てます。前回のように横の動きをして一度トレンドラインに接触するような動きをしてくるかもしれませんので、月曜日火曜日ぐらいに一度深く押してくるかもしれません。ただこの赤いトレンドラインを下回るまではこの上昇の流れについていけばいいと思いますので、トレンドライン下抜けてくると GMMA の青帯も下抜けますので、その場合は大きめの下落に入るかもしれませんが、まずはトレンドライン付近まで下がってくるのを待つ。そしてそこからの次の上昇の流れをイメージしておくと分かりやすいかもしれませんね。ストキャスティクスは今高値圏から過熱感解消に動いている途中ですので、もうちょっと月曜日は上値が重く下落方向もしくは横の動き、金曜日みたいな動きをしてくるかもしれません。では1時間足です。4時間足の GMMA の青帯と少し乖離があったので、ちょうど4時間足の GMMA の青帯はこの赤いトレンドラインの付近にあるんですね。ただ1時間足としては GMMA がもうすでに金曜日接触してきてますので、これが金曜日の底堅さの理由ですね。ただ1時間足の GMMA に接触してからちょっと反発が弱いので、おそらく月曜日もう少し下落してくると考えられますので、そうすると4時間足の GMMA 付近ぐらいまで、つまりこの赤いトレンドライン付近まで下落してきそうですので、そこまでの一旦の下落を待ってから次の反発の流れを見ておくといいかもしれませんね。1時間足インジケーターは方向感なく動いてますが、MACD は弱いので、やはり月曜日上値は重そうですね。一度トレンドライン付近まで下落してきてくれると、そこからの反発をイメージしておきたいんですが、逆にこのトレンドライン下抜けてくると比較的大きく下落していくと思いますので、148円ぐらいまで下落すると考えておきたい。ただ現在149円乗せてきてますので、そこまで下落するかっていうとちょっとそれは現実的に考えにくいので、まずはトレンドライン付近までの下落、そこからの反発を見ておきたい。1時間足のこのトレンドラインを下抜けてくれば一旦様子見がいいかもしれませんね。ただ先ほど言ったように148円ぐらいまでは下落する可能性がありますので、トレンドラインを明確に下抜けてくればそこからの下落の流れっていうのも想定しておいてもいいと思います。ただトレンドラインを下抜けてきた場合も4時間足、日足っていうのは GMMA の青帯が上向きですので、下がったところは買われやすくなると思いますので、下落方向にトレードされる場合は上位足の押し目買いがいつ入ってくるか分かりませんので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。
週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。